こんにちはなのだ。動画ナビゲーターのずんだもんなのだ。今日も元気に世界のニュースを見ていくのだ。今日ずんだもんが紹介するのは、多文化が魅力の国、マレーシアなのだ。実はね、マレーシアってとっても珍しい国なのだ。なんと、マレーシアの王様は、選挙で選ばれるのだ。9つの州の王様たちが投票して、5年ごとに新しい国王を決める。世界でもとっても珍しい仕組みらしいのだよ。ずんだもんもびっくりしたのだ。今日はそんなマレーシアから3つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが1つ目のニュースなのだ。専門家、再生エネ順調も効率性に課題という記事なのだ。マレーシアは低炭素経済への移行を頑張っているんだけど、実は問題もたくさんあるみたいで、ちょっと気になるのだ。今日の動画も面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いするのだ。さあ、ずんだもんと一緒にマレーシアの今を見ていくのだ。皆さん、今回は東南アジアに輝く多文化国家、マレーシアをご紹介するのだ。マレー半島南部とボルネオ島北部からなるこの国は、活気あふれるストクアラルンプールを擁しているのだよ。昔はイギリスの植民地だったけれど、1957年に独立を果たし、今は立憲君主制という政治体制をとっているのだ。マレー系、中華系、インド系など多様な民族が暮らしていて、人口は約3400万人にもなるのだ。その多様性が文化や食にも現れていて、モスクの隣に寺院があるのも珍しくないのだよ。主要産業はパーム油や天然ガスなどの資源に加え、エレクトロニクス製品の製造が盛んなのだ。近年はデジタル経済や高付加価値産業への転換にも力を入れているのだよ。活気あふれる経済と豊かな自然、そして温かい人々が織りなすマレーシア。ぜひ一度訪れて、その魅力を肌で感じてみてほしいのだ。一つ目のニュースなのだ。専門家、再生エネ順調も効率性に課題という記事なのだ。マレーシアは国家エネルギー移行ロードマップ、ネット R、低炭素経済への移行を頑張ってるのだ。再生可能エネルギーの導入は順調で、2025年の目標 31% を超える勢いなのだ。テナガナショナルブドなどの企業も太陽光発電などで活躍してるのだ。でも、問題点もたくさんあるのだ。太陽光発電は時間が限られるから、安定させるために結局化石燃料に頼っちゃって、電気代が高くなるのだ。特にエネルギー効率の改善が遅れてて、建設や交通分野で頑張れば、何十億ドルも節約できるはずなのだ。AI やデータセンターの急増で、電力需要もどんどん上がるのだ。送電網の混雑や承認の遅れも大きな課題で、化石燃料への依存から抜け出せないと、排出量目標を達成するのが難しくなっちゃうのだ。風力や太陽光の割合も、世界平均よりずっと低い 2% なのだ。データセンターのせいで水やエネルギーの消費が爆発的に増える心配もあるのだ。今の送電網は昔の火力発電向けだから、不安定な太陽光や風力に対応しきれないのだ。だから、送電網を早くアップグレードして、バッテリー貯蔵を増やすのがとっても大事なのだ。環境を第一に考えて、本当の再生可能エネルギーに力を入れるべきなのだ。二つ目のニュースなのだ。太陽光発電が開く企業の明るい未来という記事なのだ。ソーラーパネルは長い目で見て効果があるから、個人でも企業でも導入する人が増えているみたいなのだ。例えば、ムハンマド・ズベアさんは電気代が高くなったから4万リンギットかけてソーラーパネルをつけたのだ。昼間に発電した電気で夜に使う電気を相殺するコントラシステム。だから電気代は一度下がったのだ。新しい料金体系になってもつけないよりずっとお得だってズベアさんは言ってたのだ。企業も電気代に悩んでいたみたいで YC グローバルハウス社はソーラーパネルを導入したのだ。
エアコンやパソコンをいつも使うから電気代が心配だったけど、導入したら大幅に安くなったのだ。社長さんは、中小企業には15、17キロワットのシステムがおすすめって言ってたのだ。政府も動いてて、レッド、エネルギー、メータリングっていうプログラムを見直してるのだ。今月には新しい制度が発表されるみたいで、電力の補助金をみんなに公平に分けるためなんだって。これからもっとソーラーエネルギーが広がるのが楽しみなのだ。3つ目のニュースなのだ。変革を推進し、コストを削減するという記事なのだ。マレーシアでは電気代を安くして環境に優しいエネルギーを使いたいのだから、太陽光発電がどんどん広まっているのだ。ソーラーパネルの値段が下がってきたのも大きいのだ。特に電気代が上がった会社さんたちはコスト削減のために太陽光発電に注目しているのだ。それに環境、社会、ガバナンス、ESG の目標を達成するためにも企業は太陽光を取り入れているのだ。初期費用はちょっと高いけれど、だいたい2年から5年で元が取れるのだ。お金の借り入れが大変な人もいるから、太陽光の会社はいろいろな支払いプランを用意しているのだ。工場みたいに電気をたくさん使う場所では、特に導入が進んでいるのだ。ただ、6月30日で NEM3.0 っていう余った電気を売れる制度が終わっちゃったのだ。政府は今、新しい制度を考えている途中なのだ。太陽光を取り入れた会社は、電気代が20、40% も安くなったって言っているのだ。でも、まだ導入している会社は 10% もいないのだ。やっぱり、最初にかかる費用が高いことや、どんな選択肢があるのかよく知らないことが広まらない理由になっているのだ。でも、もっとたくさんの人が太陽光発電を使って、電気代を節約できるといいのだ。皆さん、マレーシアは多文化で活気に満ちた国なのだ。再生エネ導入は順調だけど、効率性や送電網の課題もあるのだ。でも、太陽光発電で電気代を節約する企業や個人が増えていて、希望があるのだ。初期費用などの課題を乗り越え、マレーシアが持続可能な未来へ輝けるよう、これからも見守っていくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。